正弘のうまいのなんのうまいのなんのの正弘です。つい先日ミシュラン東京2024年の発表がありました。いつもと違うなと思うのがいくつかあったんですが、なんとお寿司屋さんから3軒、超人気店掲載されないラーメンの星を取ってた3軒がビブグルマンになってしまった。そういうところにもう話題が結構いってるんですが、すごく大きな変化はセレクテッドレストランという新しいカテゴリーが生まれました。3つ星、2つ星、1つ星、ビブグルマンの他に、1つ星には届かないけれどっていう理由なんですけども、でもおすすめするレストランっていうことで相当数200軒近いレストランがセレクトされたんですが、今までちょっと目立たないかなっていうようなレストラン、それからどうしてここが入んなかったかなっていうようなレストラン、そういうものが結構網羅されて、それを評価する人がたくさんいるんですが、実はこの中に私が密かに期待してたお店が載ってたんですね。日本橋のこれと室町さんの裏手にビルの地下にひっそりと、表にはイタリアの国旗3色旗が乗っかってるんですけど、ほぼ目立たない1階に有名な天ぷら定食屋さんがあって、すっごい行列なんですが、それをかき分けて入んなきゃいけなかったんですが、お店の名前をファルシーラルゴって言います。イタリアンですよね、名前からして。で、ここ私何回も行ってて美味しいなと思うんですが、とりわけ美味しかったのがトリュフのパンナコッタなんですね。いつもフリットが出て、それからスープが出て、一応のコースはちゃんとイタリアンなんですが、なんとパンナコッタは黒トリュフです。皆さんイタリア料理だとトリュフといえば白って思うじゃないですか。なかなか白をこう使いながら値段ばっかり高くて、その効果はどうかなと思うんですが、このパンナコッタをいただいた瞬間、もう脳髄がしびれるぐらいの、これぞトリュフだっていうようなものに出会いまして、びっくりしたんです。ファルシーラルゴの紹介記事の中にもきちんとこの黒トリュフのパンナコッタって出てるんですね。北イタリアの方で修行した成果がパンナコッタに現れてるっていうような書き方で出ておりました。イタリアンレストランに関わらず、フレンチでも冬になるともうトリュフっていうのは有効な武器ですから、もう野菜にもお魚にもお肉にももちろん使うんですが、デザートでこれだけうまく使いこなせたって、私紹介する時に絶品っていう言葉をまず自分の原稿では書いたことないんですけども、絶品っていう言葉を使っていいデザートかなと思って、でそれが本当にミシュランの目に留まったんでしょうね。一つ星にはもちろん届かなかったんですが、本当にお店の格から言うとなかなか本当に目立たないで、こういうお店まできちんと拾ってくれてる、ミシュランですが、 YouTube もこういうお店を絶対見逃さないっていうことで、このファルシーラルゴの辻シェフにお話を聞いてまいりました。ご覧になってくださいまし。うまいのなんの。美味しくいただきました。おめでとうございます。ありがとうございます。ミシュランの東京2024年の新しいカテゴリーでセレクテッドレストランっていうのが出て、私ちょっとびっくりしたんですが、その中になんと私がお気に入りの、ほとんどイタリア料理の精通されている方でも存じ上げないかなっていうお店に着いたのはとても嬉しいと思ってるんですが、ご本人の辻さんは乗った感想はどんなもんでしょうか？いや、本当に嬉しいですね。で、なんていうんですかね、もうイタリア料理始めて、イタリア料理に行ったのはミシュランの星付きのお店がどんなものかなっていうのを見たくて、それで行ったのがあったので、今思うととても嬉しいですね。はい、それでミシュランが食べに来たっていう、それはどんな時に知ったんですか？一番最後、お会計の時にカードというかっていうものを見せていただいて、実はというふうにお話をされてました。
じゃあ食べてる間は分かんなかった？お二人で来ていただいたんですけど、私たちに対してもお料理とかワインに対してもすごいいろいろと丁寧に聞いてくださったり、私たちのことを気遣ってくださったりしてたので、すごい感じのいい方だなと思ってやってました。名刺をいただいた瞬間どう思いました？もう本当に鳥肌です。もううわーっとゾーッとする感じのイメージでしたけど、はい。で本当にありがとうございましたっていうふうに頭を下げてお礼を言いました。はい、まさか自分のお店にミシュランが調査で来るなんていうことはそれまで予想もしなかった？そうですね。でもいつか来てほしいなとはずっと思ってはおりました。はい。それでただ乗るまで相当長い時間、はい、焼きもき。もう焼きもきですね。もう今年の1月に来ていただいたので、もうそれから今もう12月なので、このギリギリまでどうなのかな、でもダメかなとかって思いながらやっておりましたけど、でもなるべくというかいつも通りあまり緊張感を崩さぬようにはずっとやってたので、うちは夫婦2人でやってるので、お互いにいつでも緊張してやっていこうっていうふうにはやってましたけど。ミシュランは発表前に皆さんにインビテーションというか、発表会にご招待っていうんで案内状が来るんですけども、セレクテッドはあまりにも数が多かったんで連絡がいかなかったのかな。どうですかね。ちょっとそこはなんとも。どの瞬間についシェフは知ったんですか？自分の店が載ってるぞ。たまたま同業の友達が夕方ぐらいにLINE が来て、それで載ってるじゃんっていうふうに言われてお友達が教えてくださった？はい、僕友達が教えてくれて、って言って見てみたら、結構やっぱりネット上もあまりうまく混雑してる状態だったので、でもとりあえず見てみて、そうなんだと思いながら、それでミシュランのコメントを黒トリュフのことだけフリットから始まってのコースの中で、黒トリュフのパンナコッタってちゃんと具体名を出してあるから、私としてはこれをファルスイラルゴの名物デザートにしないといけないなと思ってるんですけど、シェフはいかがですか？黒トリュフのパンナコッタをなかなかデザートで黒トリュフのパンナコッタといってトリュフを使うっていうのも珍しいと思うので、それをできればそうですね、スペシャリテにしてやっていきたい。そもそもイタリア料理では黒よりも白トリュフを皆さん使われますよね。そうですね、だからその意外性もひょっとしたら受けたのかもわかんないですけど。そうですね。ではますます磨きをかけて、さらなる上を目指して頑張っていただきたいなと思います。ありがとうございます。うまいのなんの美味しくいただきました。ファルシーラルゴに限らず、そのセレクテッドレストランという新しいカテゴリーには、例えば、銀座のレカンが一つ星で初登場してたり、懐かしいなと思われるような皆さんご存知のフランス料理屋さんも登場してたり、あとは目立たないお店で銀座にワンオペでやってるお寿司の小林、以前私この YouTube でご紹介したそういうお店も載ってます。また来年どんな風に載るのか分かりませんけれども、 YouTube でもそういうお店をできるだけ皆さんにお伝えしたいなと思っております。美味しくいただきました。